皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日韓議連がお隣の国にどのようにして利用されているかといったところと、同時に一体誰がどのようにして利用しているかというこの2つについて、一つでわかるニュースを取り上げていこうと思います。昨日私は、ムン・ヒサン議長を取り上げました。そして同じようにして日韓議連について取り上げる動画を作りました。この2つのニュースというものが1つで融合されたようなニュースが今日流れています。それは日韓議連の幹事長である河村議員が提案した1+1といったものを基本として日本企業が賠償するための法案を用意したというのです。一体どのようにムン・ヒサン国会議長は日韓議連を悪用して日本を巻き込もうとしているのか、その実例を見ていきましょう。それではニュースをお聞きください。中央日報より、ムン・ヒサン国会議長強制徴用問題、警国の世論が納得する法案作った。日本で開催される G20 国会議長会議に出席するため日本を訪問したムン・ヒサン国会議長が日本メディアのインタビューで韓日間の革新懸案である強制徴用判決問題に関連して強制徴用被害者と国内の世論が納得できる法案を作ったと明らかにした。ムン議長は日本訪問前の先月30日、ソウルで朝日新聞のインタビューに応じた。朝日新聞は3日、ムン議長のインタビュー内容を報道した。この日、朝日新聞は、ムン議長は最近の韓日葛藤の革新懸案となっている徴用訴訟に関連し、被害者と警国国内の世論が納得できる支援法案を作ったと述べたと報じた。同紙によると、ムン議長は法案について具体的に説明しなかった。ムン議長は日本で日本側の反応を見てから国会に提出するかどうかを判断するという考えを伝えた。朝日新聞は国会関係者の説明を根拠に、この法案は徴用被害者を支援するため、徴用訴訟の被告の日本企業のほか、警国企業が参加し、警国国民の寄付金も財源とする案を検討する内容だと付け加えた。これに先立ち、警国政府は、韓日両国企業の自発的な出演金で、財源を作って被害者に慰謝料を支払う案、1+1を日本に提案したが、日本政府が拒否している。その後、河村建夫日韓議員連盟幹事長は、1+1に警国政府の資金支援を追加した、いわゆる1+1プラスアルファ構想を警国政府が提案したと主張した。当時政府は事実でないと否認した。朝日新聞が伝えたムン議長の法案は、河村幹事長が言及した1+1プラスアルファ構想で、警国政府の代わりに警国国民が参加する1+1プラス警国国民という案ということだ。これに関連し、ムン・ヒサン国会議長室の関係者は、中央日報との電話で、ムン議長のインタビューを文脈通りに理解してほしいと伝えた。ムン議長は、警国人徴用被害者への賠償を命じた最高裁判決に政府が従う必要があり、動くのが容易でなく、被害者と国民が受け入れる案を作るのは容易でないと述べた上で、政治家なら動くことができると法案を作った背景に言及した。自称徴用工問題をどのように解決するのかといったところは日韓関係の間で非常に大きな問題となっています。それこそ安倍総理は、このような問題に対しては、あなた方政府が自国内で解決してくださいよということを言っているわけですが、一方で、あちらの国の政府は、いやいや、日本企業やもしくは日本政府がもっとお金を出してください。なんなら永遠に出してくださいと言わんばかりの対応をとっています。この日韓関係のすれ違いをいかにして埋めるかというのが、今まさに外交的な問題なわけですが、それをどうやって解決するか、その手法には両国で大きな違いがあります。安倍総理は、あなたの国内問題として解決してくださいということを明示しているわけですが、一方で、あちらの国の政府は何としても日本政府もしくは日本企業を巻き込みたいと考えています。そのために出てくるのがここでは1+1もしくは1+1プラスアルファという案です。この案の一番の問題は何といっても日本政府もしくは日本の企業というものが必ず組み込まれている案だということです。日本政府はこの1+1にしても1+1プラスアルファにしても拒否しています。ところが何度となく同じような案を再度出してきます。
この背景にあるのはやはり情勢の変化で、その情勢の変化というのは日韓議連の動きにも見られるように、日本国内を揺さぶることによって日本政府の姿勢を変え、警国の言いなりに何としてもさせようという戦略があることがわかります。実際この1+1もしくはそれに似た案というのは自民党の河村議員が自分の持論として述べています。この河村議員は日韓議連の幹事長という役割を持っている人物で、いかにも日本政界において発言力があるかのように振る舞っています。私が日韓議連はあちらの国にとっては非常に使い勝手のいい駒だというふうに前回の動画で述べたのですが、まさにその恒例が今目の前にあります。河村議員が言ったように1+1のような経済基金を設立するという案を日本側の国会議員が発言している。しかもその国会議員は政権与党である自民党の議員が言っている。その上に日韓議連という日韓の友好を深めるためのその超党派の議員団の幹事長をしているような人が言っているという具合にして、警国が一方的に発言しているわけではなく、日本側の有力者の発言として我々と同じ意見を持っているという具合にして、このムン・ヒさん議長の自分の法案作りというものは決して自分だけの意見ではない、日本側の意見も汲み取っているんだというような、非常に彼らにとっては都合のいい日韓議連の使い方をしているわけです。河村議員にしても日韓議連に所属している議員にしても、このようにしてあちらの国にいいように使われてしまうということをぜひとも自覚して、この日韓議連という枠組みそのものを一度解体するべきでしょう。そしてこの強制徴用問題に関する賠償をいかにするかという点については、解決案というのは最初から決まっています。それではここで解決案についてご紹介しましょう。まず第一に、警国の政府がその賠償を求めた人にその費用を払うという方法です。これが第一。第二の案は、政府プラス警国の企業もお金を出すという方法です。これが第二案。そして第三の案は、警国の国民から寄付金を集め、そこに政府もしくは企業のお金を継ぎ足すという方法です。以上に挙げた3つの案もしくはこの3つのグループをいかにして組み合わせるかだけで、その賠償費用というものを捻出して問題を解決することができます。日本側が提示すべきなのはまさにこのような案であって、この案の中で大事なのは日本企業が一切関わらない。そして日本政府も一切関わらない。この2つが非常に大事なポイントになります。この日本政府もしくは日本企業が関わらないという案であれば、安倍総理は何の問題もなく、はい、それではどうぞ、そのようにして問題を解決してくださいという具合にして、日韓の関係は正常化できるのです。少なくともこの分野にだけ限って言えば。このように明確な答えというものがそもそも決まりきったように存在している問題について、いや、日本政府が金を出せ、いや、日本企業はもっと金を出せということをいちいち何度も言うから日韓関係が悪化しており、その悪化した原因が警国にあるのです。安倍総理は何度となくこの悪化した状況をまず戻せ、そして解決案を持ってこいということを何度となく言っています。この原理原則を曲げる必要は全くありません。そしてその原理原則を守ろうとしている安倍政権に対して河村議員のような自民党の議員がこれに反旗を翻すような真似をしてはいけないと私は思っています。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。